こんにちは、堺一文字光秀3代目の田中亮です。本日はですね、鋼の白二鋼という鋼材について、動画を作らせていただきました。どういう鋼材なのかっていうのをまとめさせていただきましたので、白二鋼の包丁をちょっと気になっている方はぜひ最後まで見ていただけたらと思います。最近ですね、結構大きなトピックがこの白紙鋼についてありまして、ちょっとそれについても動画の後半の方でちょっとだけ触れさせていただいているので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。では白二鋼の説明を今日はしていきたいと思います。ここに白二鋼の包丁を持ってきてるんですけれども、白二鋼はですね、和食の料理人さんにとって、最も普及している包丁の鋼材になります。最初の和包丁は白二鋼を一番おすすめしたいなと思ってます。理由はいろいろあるのでご説明するんですけれども、まずはですね、その普及しているという事実ですね。これが何を意味するのかっていうと、堺の和包丁を作る職人さんが一番作り慣れている素材になります。若手の方が家事を学んだりとか研ぎをする時もまず白二鋼からやるんですよね。なのでそれがちゃんと打ててちゃんと研げて、その品質を小売店だったり問屋さんが見て、いいね悪いねっていうのを判断するので、やっぱ慣れてるし追求が進んでいる鋼材になります。比較的リーズナブルっていうのも1個言えるかなと思いますね。必ずしも硬い包丁だったり高い鋼材の包丁がおすすめかというと、一概にはやっぱそうとは言えなくて、硬い包丁っていうのはその維持が難しいという側面もあったりするので、切れ味を保とうと思うと研ぎをしっかりする必要があります。で研ぎをするんだったらどれぐらい研がれたかとか、どんな引っかかり方をするのかっていうのがダイレクトに返ってきて、自分の思い通りに刃を整えられた方が切れ味維持しやすいんですね。そういう意味でも白二鋼は最初に、おすすめできる包丁かなと思います。逆にですね、白二鋼より柔らかい包丁とか安い包丁っていうのもあるんですよね。で、これも一概に、安ければ初心者向けって思われがちなんですけれども、和包丁の場合は、木鋼とか、白三鋼とか安い鋼材でも結局人の手を介して作られています。なので結局結構お値段帯的には、例えば1万円以上とかしちゃうものって全然あるんですよね。で結構価格帯もそんなに安くない中で、ただ、最後まで、使えるように焼き入れを中の方まで入れるから、外側はちょっと温度変化が激しくなり、それ硬い、パキパキの鋼になってしまう。こうするとどういうことが起きるかっていうと、結構かけやすさにつながったりします。なので木鋼とか白三鋼とか比較的安価な、鋼材ですね、これを使うっていうことは、その後の研ぎっていうのもセットで考えて、修正もできるようにならないと使い切れないというような要素もあったりするので、意外と少し価格帯的には上になる白二鋼の方が初心者の方、この世界に入ってくる方にもお勧めできるのかなと思ったりします。このマッピング図を見ていただきたいと思うんですけれども、包丁の実力は何で決まるのかっていうのは、切れ味とバランスとメンテナンス性というふうにお伝えしてて、この動画もまた別であるのでぜひまた見ていただきたいんですけれども、それにそれぞれの要素、鋼材素材ですねが熱処理加持、それから刃付け絵付けがどのように関わるのかっていうのを図にさせていただいたものです。1個言えるのは、鋼材は切れ味とメンテナンス性に大きく関わってきますということですね。でもう1個言えるのが、鋼材だけで包丁の実力が決まるんじゃなくて、熱処理加持刃付け絵付けも非常に包丁の実力を決めるにあたって重要な要素だということも言えると思います。そういった要素から、白二鋼の実力をマッピングで表現したのが次の図になります。私の試験というか、お客様の意見とか職人さんの意見とか包丁の成分表を見て作らせていただいたものなんですけれども、大きくやっぱ2軸あるなと思っていて、まずはいい刃がつくかつかないか、切れ闇が早いかどうか、それはだから1個対立軸として置けると思います。一方で研ぎやすいかどうかが、粘りがあってかけにくいかどうか、これいい刃がつくっていうのも研ぎやすいかどうかっていうのも人が判断することなので、
明確に数値化はできないので、あくまで感覚でこういうふうに言われている傾向にあるよねという意味で見ていただけたらと思うんですけれども、大体今普及している包丁の鋼材をマッピングするとこんな感じになるかなと思ってます。お気づきだと思うんですけど、白2個真ん中にあるんですよね。でこれは先ほどもお伝えした職人さんが作るにあたって最も最初に取り組む鋼材っていうのもあって、切れ味が長続きするねとか硬いねとかって言われるのはこの白2個に対して言われることが多いんですよね。なのでそういう意味でも最初白2個になれとくっていうのは、今後の自分に合うような包丁を選ぶにあたっても結構スタート地点として適している包丁なのかなというふうに思います。続いて成分表を見ていきたいと思うんですけれども、こちらの成分表は本来であれば幅で含有率っていうのを定義しているものを、あえて値を固定して書いたりとかしているので、あくまで参考として見ていただきたいんですけれども、これで白2個を見ると炭素はだいたい 1.1 入ってます。でこれはステンレスとかと比較するとやっぱ非常に多いなと思いますね。なので高度も結構60前後ぐらいまで入ったりします。これはご家庭用の包丁で52、3とかそんなものなので、それに比較すると、かなり硬い、切れ味が長続きする素材であることが言えると思います。であとはリン、硫黄ですね。これはどの鋼材も大体変わらないんですけれども、多少は加えないとそもそも鋼材自体の製法で問題が出てきてしまうというのでどうしても出てきてしまいます。あとはマンガンをちょっと含んでるんですけれども、ビビたるものですね。で非常に特徴的なのがそれ以外の素材は基本的には一切含んでいないということになります。でこれが、白紙はピュアだと、研ぎやすいと言われているゆえんで、余計なものが入っていない分研ぎ師にすごいかかりやすい、いい刃がつけやすい、自分にとって、研ぎもコントロールしやすいということになるので、そういう意味でも白2個は非常におすすめなのかなというふうに思います。でちょっと注意していただきたいのが、白2個といえば日立金属の鋼材だったんですよ。なので今もその認識をお持ちの方は非常に多いんですけど、実はですねプロテリアルという会社に事業が譲渡されまして、今は外資の会社なんですよね。で刃物鋼材って金属を作る中のシェアでいうとむちゃくちゃビビたるものなんですよ。なので結構採算が合うかっていうと合わないんですよね。なので、事業譲渡されたっていうすごいコストカットしやすいタイミングで今後も白2個が作られるかっていうのは結構微妙なところだったりします。なので今ね白2個の包丁をお持ちの方だったりとか、今は包丁を買おうと思ってますよっていう方は、そういうね今後どうなるかわからないっていう要素も踏まえて、使っていただくと、もしかしたら後々貴重になるかもしれないので、そういった点も、踏まえていただけたらなと思います。ちなみに、包丁って中古とかあるんですか？中古あると思いますよ。中古を扱ってる業者さんとか、うちはやってないんですけど、で例えば今中国の方とかが資産の形成のために、すごいもう亡くなった方が売った包丁を買い込むみたいな動き刀みたいあったりします。そうですね。骨董的な、見られ方をしている側面も今はあるなと思いますね。白鋼と青鋼の比較って結構されるがちだと思うんですけど、青鋼の方が高級でいい包丁だって言われがちなんですよね。で決してそうではないっていうところをぜひお伝えしておきたいなと思ってまして、組成表だったりとかを見ても白鋼と青鋼の、高度、炭素含有量、こういうところはもう並列で書かれてるんですよね。なので、どっちがいいっていうわけではなくて、ただレアメタルを少量含むことによって人生だったり体の重さを上げてますよっていうだけの話なので、それは一方で研がれにくくなるという要素にもつながるので、青鋼の方が高いのは高いんですけど、いいところと悪いところがあるので、白より青の方がいいんですよっていう方は、そこら辺の説明省いてるかもなというのは思っといてもいいかもしれないなというふうに思います。では白2鋼の説明についてまとめさせていただきます。白2鋼は職人さんが作る最もスタンダードな和包丁の素材として普及しています。それがゆえにコストパフォーマンスが高くて非常に研ぎやすい包丁になります。で決して安いものが初心者向けというわけではなくて、研ぎやすくて切れ味が長持ちするコストパフォーマンスが高いという面でいくと
それより安い白三木鋼よりも白二香の方を、うちではお勧めさせていただいています。研ぎやすさを選ぶんだったら青香よりも白香の方が秀でている場合もあるんで、決して白よりも青の方がいいというわけではないと。あとはまあ白香今後どうなるかわからないよというのもちょっと追加で付与させていただきます。これからも違う講座についても説明していきたいと思いますし、もし気になる点がありましたらコメントを、気に入っていただいた方は高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではここで終わらせていただきます。ありがとうございました。